こんにちは、ヨギの川です。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズから、建築概論の木材の知識についてお話をしたいと思います。前にですね、板材の磨け方とか使い方という動画を作ってあるんですが、今回は躯体ですね、柱であったりとか、梁であったりとか、そういった大きい材料において背腹であったり、新持ちであったり元製であったりというそういう専門用語をもとにですね、そのどういうふうに扱っていくのかというのをですねお話ししたいと思います。木材の収縮についてお話をします。でこれ前に板の時の動画でもお話ししてあるんですが、材料として使う木材の最大の特徴っていうのは、狂いますよっていうところなんですよ。でこれ木材なんで狂うか、ねじれたりとかするのかっていうと、収縮度合いがそれぞれの方向で全部バラバラに違うんですよ。でこれ具体的にこれが赤い文字が収縮度合いなんですけど、この縦方向が 0.5 と1縮むのに対して半径方向が5縮みます。で年輪方向に至ってはその10倍縮みますよと。でさらにこの年輪方向とこの内側ですね、芯の方向だとまたそれも度合いが違いますよと。なので全面において狂う度合いが違うと。だからねじれるし狂うし割れたりするんですよ。もうだって最大の濃さ20倍とかですからね。これで理論値だけで20倍違うんですよ。だすごいですよね。で、でもこれをすごい厄介だなっていうふうにネガティブなものとして扱うのではなくて、その特性をうまく活かして、こうやって沿っていくんだったらこれ上の荷重に強いじゃんとか、ここは全体的にこうやって締まっていってほしいからこっち向きで使おうとかっていうのが、適材適所であり、それが大工における木材の知識というふうになっています。その適材適所に配置するために、生まれた言葉というのがあります。でそれを、今回ご説明していきます。まず躯体の専門用語として、3つ今回お話しします。1つは芯持ちと芯なし、芯去りとも言いますけども、これはシンプルに材料に木材の髄ですね、芯という部分があるかないかの話です。次に元末の話で、これは、この縦方向でこうやって使った時にどっちが上でどっちが下ですかっていう話です。あと背腹の話です。背腹の話っていうのは、こういった時、こういう風に使う時にこっちが上かこっちが下かみたいな、こっちですかこっちですかみたいな話です。では、芯持ち芯なしの方からお話をしたいと思います。これはもう単純にこれが芯ですね。この材料の髄で、ここがあるのが芯持ち材と言われます。でそれがないのが、芯去り材と言います。で芯去り材の特徴は変形が穏やかです。扱いやすいです。でその代わり大きい材料が取れないんですよね。単純に考えて木材の半分しか使うところないじゃないですか。なのでそれだけしか作れないよというふうになっています。それに対して芯持ち材っていうのは変形が激しい。で狂いやすい。だから扱いにはちょっと工夫が必要ですと。でもその代わり、大きな材料が取れるし、強度があって腐りにくいというのが、特徴になっています。でこれ板材の時は芯持ち材って避けるべき材料ですっていう話をしたんですが、躯体においては、扱い次第、これもうまく使っていきたいねっていう、材料になっています。じゃあですね、その芯持ち材を、どうやって活用していくのかっていうのをお話ししていきます。先ほども言いましたが、芯持ち材というのは変形が激しいと。ただし、うまく使ってあげればとても優秀な材料になります。大きな材料もあるし、取れるし、強度もあって腐りにくい。で特にですね、その国産の木材を有効に活用していこうというふうに考えると、この芯持ち材っていうのはもっとどんどん使っていかないといけないと思うんですね。で、実際に北海道でもこの活用っていうのはどんどん広がってきてますし、どんどん広がっていかないといけないのかなというふうに、個人的には思っております。はい。じゃあ芯持ち材の工夫が必要ですって言ったところで、まず大きく2つ、使っていくコツですねがあります。で一つは、背割りという話で、これはもう日本の伝統的な木材の活用のテクニックです。でこれはもう変形激しいから割れたり狂う前に、じゃあ先に割っとこうぜっていう話なんですよ。でこれは、これ背割りしてある、この真ん中スリット入ってますよね。これ背割りというものなんですが、これは躯体というよりは仕上げ材ですね。どこかの和室で使われてたものなんですが、表面に割れとかが生じないように、ここに一本切れ目を入れておくんですよ。そしたら変形が全部ここに集中するので、他の3面が割れたりしないで済みますよというテクニックです。はい。でもこういうふうに割っちゃったら強度大丈夫なのって心配になると思うんですが、
これはいろいろな試験データからも問題ないというふうに分かっています。で、実際にですね、インターネットで出てきたのがここだったんですが、栃木県の林業センターが試験したデータがありました。で、それによるとですね、縦方向に関してはまず影響がほとんどないと。で、これは、木材って全部個体差あるんですよ。この同じ杉ですよって言っても A 君、B 君、C 君でそれぞれ強度が違うんですよ。で、背割りした D 君とその ABCD の差がもう個体差なのか背割りの影響なのかがちょっとよくわかんないですっていうぐらいの差がしかなかった。なので、ほとんど個体差と変わらないですよっていうぐらいの影響でしかなかったっていう話ですね。ただし、背割りを下にしたり横にしたら、影響がある。横に使った場合ですね。こういう針方向として使った場合に、背割りを下にしたり横にして使ったら、影響がありましたよという試験データでした。この方向で使った場合は性能が 60% になりましたと。で、下向きでやった場合は性能が 90% で下がりましたと。なので、背割りは上に向けて使いましょうっていうお話でした。ということですね。なので、ちゃんと縦方向、柱として使う分には影響はないし、背割りを上として向かう分に関しても、影響はほとんどないよという試験で経過もあります。はい。で、まずそれが背割りという方法ですね。で、もう一つが、乾燥技術の発達の話ですね。で、これはもう本当にすごい、乾燥技術が発達してきて、今までは新持ち材を乾燥しようとすると、すごいねじれたり暴れたり、あと表面が割れたりとか、あと表面は綺麗でも中ですね。材料の断面のが、ピッ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 ってクラックが入ってるみたいな、割れが入ってるっていうことがよくあったんですが、技術が進化して、高温で乾燥して、それから中温に流してっていうふうに段階を踏んでじっくり乾燥させることで、中もしっかり乾燥させつつ、中も表面も割れがないという木材を作る技術が発達してきました。で、実際にですね、北海道ではコアドライという商品がありまして、これ北海道のカラマツの材料が、カラマツってその腐れにくいんですけど、すごい暴れやすい木材で、建築には不向きと言われてたんですが、でもすごい炭鉱の時にいっぱい植えてあると。この木材を有効活用したいねっていうのはずっと言われてたんですが、それがこのコアドライという乾燥技術の発達のおかげで、建築材として、新持ち材の建築材として活用することができるようになったという製品もあります。これ実際僕も使ったことありますが、本当にすごいしっかりしたまっすぐな材料です。新持ちとは思えないぐらい。すごい、そしてカラマツは硬くてちょっと大変なんですけど、でも素晴らしい商品でした。というのが、新持ち材の話です。次が、元末の話ですね。元末は何かっていうと、木が立ってた時の根元が元で、末というのは先端の方。この方向が元と末ですよというふうに呼んでいます。で、この元と末ってなんで付け合い分ける必要があるかっていうと、特性が違うんですよ。まず元の方が密度が高くて、強度があって、重たくて腐れにくいです。はい。そういう差があるので、せっかくなら上下をきちっと分けて扱っていきましょうということですね。で、使い分けのパターンは2つあります。1つは柱の上下です。あとは継ぎ手の方向です。どうやって継いでいくかという話です。柱方向に関しては、立ってた時と同じ方向で使いましょうということですね。元が下が元、上が末で配置すると。それはもう単純にそうですね。その元の方が重たくて強度があって腐れにくいんですよ。この特徴は間違いなく下で使うべきですよね。なので、元を下として使うと。はい。で、継ぎ手方向に関しては、この送り継ぎで使うのが基本です。でこれは元末というふうに、使っていくという形ですね。なので、この元の方が、強度のある目木になるんですよ。はい。なので、そういうふうに使っていった方が、全体的にバランスがいいよっていうことですね。で、逆に、この末、先端と先端で継いでしまうような場合だと、強度が弱いもの同士継ぐので、ちょっとこれよろしくないですよね、と。で、じゃあ、元々はどうかと。根元と根元で、ジョイントするのはどうかというと、これって、強いものと強いものをつなげるので、合理的っちゃ合理的なんですよ。でも、ただこれやった場合、その次って絶対、行き止まりになったりとか、っていうふうに、どっかで絶対支障が出てきてしまう。なので、良くないねと。あと、縁起が悪いっていうのも言われています。その、元とも打ってなので、離れる方向に、矢印が外側向いてるじゃないですか。なので、離れてしまう。家庭が崩壊するというか、そういうあまりいい縁起が良くないねというお話もあります。
でこれが元末の、使い分けの話です。立ってる時はわかるけど、じゃあ製材されている木材で元末をどうやって見るのか、見分けていくのかっていう方法について、お話をします。一つは、赤みが多い方が、根元ですと。元ですということです。で、これ杉とかの場合の話なんですよ。杉とかって、芯材と片材といって、中赤くて外が白いんですよ。で、外に行けば行くほど色が薄くなっていくっていう特徴があるんですよ。なので、根元の方が色が濃い。で、先端に行けば色が薄いっていうのが特徴になります。ただしこれ、北海道だと杉って使うことないんですよ。基本松なんですよ。で、松だと全部白いんですよ。だからこの見分け方は北海道だとちょっと使えないなっていうのはあります。まあでも、そうですね、杉を使う地域の方だったら、まあこういう見分け方が一番わかりやすいのかなというふうに思います。あともう一つは、節の芯が離れている方が元。で、これ、言葉で言うとよくわかんないんですが、これ材料がこうありましたと。で、ここに節ありますね。で、節をまず探すんですよ。で、節を探して、この芯、節の芯ですね。この、あった節の芯が、ここにあったとしたら、芯とここのスペースと、この下のスペースだと、広い方、芯からこっちが広い方が根元ですと。芯が近い方が末、先端ですよ。っていう風になっています。で、これはなぜかというと、枝って生えていくときに重さに耐えようとして、下にいっぱい筋肉がつくんですよ。なので、下が、肉づいてるのが、根元ですよと。っていう風に、イメージしていただければと思います。はい。まあ、実際僕はこれでほとんど見るかなという感じがします。まあ、これでも見分けがつかなかったら、年輪の密が多い方が元っていうので見分けます。で、これは、木材の、ここを、まあ、2、3ミリピュイーンって切るんですよ。で、切って並べてみて、年輪をこうやって比較してですね、まあ、年輪が密度が高い方が根元で、年輪の密度が広い方が末ですよという見分け方ですね。です。あと、まあ、持ってみて、重たい方が、最後のやつは、持ってみて重たい方が元ですよと。ちょっとこれ感覚的な話になっちゃうんですけども、まあ、持ってみて実際に重たい方が、まあ、こっちが根元かなというふうに、判断します。あと、木目ですね。木目でこのタケノコ状の、これがある方が根元ですよとかっていう見分け方をされる方もいると思います。まあ、ただ、僕はその切るスライスの方向によってそれって結構変わっちゃう場面が多いので、まあ、どっちかっていうと、最終手段というか、この1、2、3、4ぐらいで見て、で、それでも分かんなかったら、その、木の木目でちょっと判断するというふうに、しています。次に、瀬戸原の話です。瀬戸原は、まあ、こういうふうにあったときに、こっちが上か、こっちが上かっていう話ですね。で、これ瀬戸原って何かっていうと、この文字通り人間の体に置き換えて、名付けられてるんですよ。で、これまず人間の体って、この脊髄って、背中側についてるじゃないですか。背中側に流れてるじゃないですか。木材も同じですと。この芯が、木材の中芯が走ってるとしたら、間隔が狭い方が背中で、広い方が、腹ですと。まあ、ここですね。ここに芯がありますよね。ここに芯があるので、ここが間隔が狭いですと。で、下の方が広いですよと。いった場合、この狭い方が背で、広い方が腹ですと。で、これ芯がない場合どうかっていうと、年にこうなってるので、こっち側に芯があるはずですよね。なので、芯に近い方が背ですと。離れてる方が腹ですというふうに、なっています。で、これ、人もですね、年を重ねていくと、だんだんこう、おじいちゃんになっていくと腰が曲がってきますよと。で、これ木材も一緒で、だんだん時間が経っていくと、だんだん腹側の方にこうやって曲がっていくんですね。こっち側が、背の方が密度が濃くて、こっち側が密度が薄いので、どうしても、この腹の方がどんどん詰まっていってしまうと。なので、そういう特徴があるよと。なので、そういう、まあ、だからうまい表現してますよね。本当にそうなんですよ。で、じゃあこれどっちを上と下にするかっていうと、まあ、これも人間の体で思い浮かべるとすごい分かりやすいんですよ。で、これ、なんかこの絵すげえシュールですけど、この上向きでこうやって重さドーンってかけられるのと、背中からドーンって重さかけられるのだったら、どっち耐えられますって言ったら、背中で受ける方が踏ん張れるじゃないですか。まさにそれと同じで、木材もそうなんですよ。まあ、それはこういうふうに背の方がこうやって反っていくので、まあ、背の方に重さの方が耐えられると。だから背を上にすべきだ。というお話です。だからこれの表現はめちゃくちゃ上手ですよね。うまいこと言うわーって感じします。あと、ちなみに、背張りの話もうちょっと補足すると、
背割りなんで背中を割るから背割りなんですよ。だから、切れ目を入れるのは背中側を入れます。でこれ背が、それなぜかというと、その切り込み入れるのもそんなに深く入れなくていいんだったら深く入れない方がいいじゃないですか。で芯に近い方だから芯に近い方の切れ目を入れましょうっていうのが、基本ですね。なのでこの図で言ったら、この芯が近い方こっち側から切れ目を入れますよと。でかつ背を上にするっていうのは先ほど言った通り、基本なので、この背割りの面が上になるっていうのはもう基本ですねになんですよ。だからさっきのこの背割りの話で言った試験データの話で言うと、背割りを下に向けるのと横にしたら強度が下がりますよっていう試験結果だったんですけど、そもそも背割りは背中に入れるものだし、背は上に向けるものだっていうのが基本なので、もうそもそもこんな使い方しないんですよ。だから、大工さんとしては、当たり前の話。その試験、試験もやっぱりそう、試験もそれを証明してくれたっていうことだと思うんですが、大工さんとしては、背を上にするっていうのはごくごく当たり前のことだというお話です。はい。というのはですね、この木材の躯体の話をさせていただきました。今回は芯持ち芯なし、元末、あと背腹についてお話をしました。で、これが基本的な方向のお話ですね。になっています。で、具体的にじゃあこれどうやって配置していくのかっていう適材適所の部分の話については、また今度、詳しく、お話をしていきたいと思っております。はい。まずは用語の解説の方をさせていただきました。はい。ありがとうございました。